こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているリサイクルポリエステル毛糸。こちらの3色を組み合わせて、バックワンでいこうかなと思います。2本取りにしていこうかなと思ってます。こちらがポリエステル 100%、70g、185m 入っています。で、かぎ針が5号。で、ティールグリーンですね。というのと、で、こちらがどこに書いてたかな、ここだ。モーブ。で、こういうのと、で、こちらがアッシュグレー。こういうのを使っていきます。で、2本取りで、2玉ずつ買ったんですけど、こちら3玉でどれぐらいの大きさが作れるかなっていうところで、中からと外から取って2本取りにして全番でいこうかなと思います。はい。こんな感じで、1玉の中からと外からを引き揃えて2本にして編んでいきます。何色からでもいいんですけど、これからしようかな。全部あらかじめ出しておきました。ちょっとね、最初のうちは忘れるかもしれないんですけど、こうやって2本取りにして、で、今回は8号で編んでいこうかなと思っています。ここで、こういう風に糸をかけて、グッと締めて、ここから鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ、鎖編みを編んでいきます。はい。今回は鎖編みを30編みで決めていこうかなと思います。で、立ち上がりを1つして、裏返しにして、立ち上がりではない、その次の裏山。2本取りではあるんですけど、2本しっかり取って、裏山を取っていきます。で、細編み1つ目っていうことでマーカーをつけて進めていきます。で、あとはずっと裏山をこうやって1つずつ細編みで取っていきます。最後まで取っていきます。はい。最後の方まで同じように細編みを入れてきて、一番最後のところも同じように細編みを入れて、で、最後のところあと2つ細編みを入れます。針を入れて1回は向こう側に糸を持っていって巻き込んで細編み。で、2つ目、ここから糸をかけて巻き込んで編んでいきます。最後は3個入っていることになりますね。一番最後と2つ細編み。で、次のところから鎖編みの裏山を取っていたので、あと2本残っていると思うので、ここに針を入れて、糸を向こう側に巻き込んで、ここから細編みをまた編んでいきます。で、糸があるところは糸がある限り巻き込んで、最後まで同じように細編みを入れていきます。はい。こんな感じで最後の方まで編んできて、一番最後は2つ細編みを入れます。1、2。で、2つ目のところの引き抜くところで、次色を変えていこうかなと思っています。グレーにしようかな。グレーで入れていきます。で、糸がある方に糸を残して、で、ここで糸をかけて引き抜きます。で、ずっと表を見て編んでいこうかなと思っています。大きく出して、で、親指で留めて、で、ここの糸を全部巻き込んで、後ろから針を入れて、手がめっちゃ震えるな。で、輪をかけて、で、引き抜いてきて、ここも巻き込みますね。で、立ち上がりを一つして、で、マーカー取って、で、こういう緩みがあれば、こうやって引き締めて編んでいきます。こんな感じで。で、同じ方向で編んでいくので、こちらの緑はずっとこの先も使っていくので巻き込まずに、これもね、置いていきますね。で、最初の細編みは全部この頭を取って細編みして始めていきます。で、マーカーをつけて進めていきます。細編みしたら次はこの線を残して向こう側と向こう半目と裏のポチッとしているとこ取って細編み。そしたらこの頭を次は全部取って細編み。で、次は向こう半目と裏のポチッとしているところ取って細編み。で、次は全部頭を取って細編み。この繰り返しをずっと、このマーカーの手前まで編んでいきます。ペタンコのバッグを編んでいこうかなと思うので、ここはもうずっとマシ目なしでずっと編んでいきます。はい。こんな感じで最後の方まで編んできました。で、今向こう側取ったので、次は全部この頭を取って、細編み。で、一番最後は向こう半目と裏のポチッとしているとこ取って、
細編みするんですけど、ここで次の紫入れていこうかなと思います。モーブで、これを裏に当てて、で、ここで糸を持ってきて、この紫に変えます。で、表でずっと編んできたので、輪を大きく出して、ここもしっかり持って、輪を大きく出して、で、ここの糸を1回だけこう全部巻き込んで、で、最初の細編みの頭、後ろから針を刺して、輪をかけて、で、またこう持って、で、引き抜いてきます。なんか大変なことになったな。で、ここで立ち上がり鎖編み1つします。ふっとして、緩みがあればここで、こうやって軽く引っ張って取っときます。で、紫でずっと今度は編んでいきます。で、この根元から編んでいくんですけど、次は逆のことをしていきます。このしっかり下まで取ってる、頭を全部取ったところは、向こう半目。で、裏のポチッとしたところを取って筋を残していきます。で、細編み。で、マーカーをつけて進めていきます。次は前段でこの筋を残したところは、この頭をしっかり取って細編み。で、前段でしっかり取ったところの上は、向こう半目と裏のポチッとしているところを取って細編み。で、前段の筋を残しているところをしっかり全部取って細編み。この繰り返しをずっとまた最後まで編んでいきます。はい。こんな感じで最後まで同じように編んできました。で、今筋を残して向こう側取っているところで、一番最後は目を全部取っていきます。この頭を取って細編み。で、ここの引き抜くところで、次また緑を取っていこうと思うので、ここで緑を出してきて、で、ここで糸をかけて緑に変えていきます。で、輪を作って、で、最初の細編みの頭に針を入れて、今までずっとしてきたみたいな感じで、この切れてるのは巻き込まずに、この繋がってるのだけ巻き込んでずっと立ち上げていきますね。で、一番最後の最初の細編みの頭に針を入れて、輪を大きく出したのを引き抜いて、で、立ち上がり一つ。で、ここで巻き込んだのを軽くね、こう緩みがあれば、一本ずつ軽く引っ張って取っておきます。で、また表に返して、で、このマーカーが入っているところから、またずっと編んでいきます。で、前段をずっと見ていって、前段はこの筋を残したなって思ったら、今度は全部取っていきます。で、細編み一つ目でまたマーカーをつけて進めていこうと思います。で、前段は全部取っているので、筋を残して、向こう半目裏のポチッとしているところを取って、細編み。で、次は全部取る。交互にこういう風に入れていこうかなと思います。これで色の入り方もすごくいい感じになるかなと思うので、これで進めていこうかなと思います。まだ変わったところがあれば、そこでお伝えしていくんですけど、何もない限りはこの緑、グレー、紫で、こうやって入れていこうかなと思います。可愛くなりそうですね。これで進めていきます。はい。こんな感じで側面編んできてました。で、これがちなみに結び目があったので、普通に糸をつなげるみたいな感じでつなげてきました。ちょっと残してます。で、ここまで何段編んだかというと、これはね、裏の面なんですけど、そこはここで、で、1、2、3段のところが緑なので、これで数えていこうかなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個の3倍なので、36目かな。で、37段目のところで、ここで止めてます。大体ですね、この横幅に対してこれぐらいかなっていうところで止めました。で、ここから順番的には紫なので、紫で同じように、中表で私は編みやすいので、中表で編んでたんですけど、この全部取ってるので、その上は向こう半目と裏のポチッとしてるところから取って、細編みでずっと編んでいこうと思うんですけど、ここで持ち手をつけていこうかなと思っているので、いつもの割り出し方で、1周が62目あったんですね。で、2分割したら31片面あって、それをまた新たに3分割したら10、11、10で割り切れないのを真ん中に持ってきました。で、ちょっとね、広げたいなと思ったんですよ。で、持ち手もちょっと深くしたくて、イメージ的には。なので、5個ずつ真ん中に持ってきて、5、21、5で編んでいこうかなと思っています。
で、ここから紫なので、紫でこの柄通り編んでいこうと思います。2個目、3個、また交互に取っていきます。4、5。で、5個編んだら、もうちょっといるかな。5、6にしようか。6にするので、ここは、間は19になりますね。なので、19鎖編み編んでいこうかなと思います。ここから、1、2、3、4、5っていう感じで19編んでいきます。はい。19鎖編み編んできたので、この間は今回19を切るので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19を開けて20目目に入れるんですけど、ここはどういう風に入ってるかなって見たら、1本残して取ってるので、その上は全部取ります。これで、同じように、細編みをして、またずっとここから6数えていきます。1、2、3っていう感じで。1、向こう半目と裏のポチッとしてるとこ取って、2個目、3、4、5、6。で、6したらこれで半分のところで入ってるか確認して、入ってるので、反対側も6同じように取って、19開けて19鎖編み。で、6最後まで編んでいきます。はい。こんな感じで紫で編んできて、で、また次の色は緑なので、色を変えて立ち上がり一つしているところです。で、次の段も同じように編んでいきます。前段と違う編み方っていうか、していきます。筋を残しているので、上全部取って、細編みから始めていきます。で、向こう半目と裏のポチッとしているとこ取って、細編みで持ち手の際まで編んでいきます。持ち手の際まで編んできたら、ここも最後まで同じように取って、で、次のところから鎖編みなので、細編みがないので、このまま、この流れで、いつもだったらね、この裏山をこういう風に避けて取っていくんですけど、ここの筋を残していきたいので、向こう半目と裏のポチッとしているとこ取って、細編みで取っていこうかなと思います。ずっと同じように取っていって、で、柄の上は柄で、で、鎖編みのところはこういう風にしてずっと最後まで編んでいきます。はい。同じように編んできて、で、また色を変えました。次グレーなので、次はここの鎖編みの上も細編みが全部入っているので、この順番通り編んでいきます。まず、ここの持ち手の際まで編んでいきます。はい。前段と違う編み方というかしてきて、で、ここで、この流れで交互に入れていきます。今筋を取って編んだので、次は全部取って細編み。で、次は筋を残して細編み。で、全部取って細編みの繰り返しずっと編んでいって、で、この上の段は、ここ、今編んだ上の、なんていうかな。上と違うことをしていくので、ずっと取りやすいと思うんですよね。次は筋を残すっていう感じで、ここだけ気をつけて編んでいって、で、何段か編んでいこうかなと思います。で、何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていこうと思います。ここの持ち手もね、同じように編んだら可愛いかなと思うので、これでちょっと進めていきます。はい。こんな感じで編んできて、鎖編みの上、1、2、3、4、5、6、6段編んできてます。色を変えながら編んできて、で、ここで全部同じ長さでカットしてます。一番最後は、この紫のまま、これで終わりにしようかなと思っていて、細編みをしたところで、ここでカットして、スッと抜いて、で、一始末していこうかなと思います。最初のこの細編みの頭に針を入れて、で、ひっつけようかなと思います。一番最初の細編みの頭を取って、ぐっと締めて、目を作らないようにして、この出てきたところに戻って、で、糸始末しようかなと思うんですけど、紫は紫のところに糸始末しようと思ったんですけど、この端すぎるので、この中側に持っていって、ここの紫で糸始末していこうかなと思います。で、こういうところを、この緑は緑、グレーはグレーっていう感じで、この中で同じように糸始末していきますね。
紫はこの分厚いところを通って手前浅く位置を拾ってるんですけど、こういう風にして、で、紫のところで糸始末していこうかなと思います。まあね、1段しかないからあんまり関係なくなるかもしれないですけど、関係ないかもしれないですけど、ちょっといろんな方向に進んで糸を引っ掛けながら、いつものように返し返しで糸始末していきます。めちゃくちゃ見やすいですね、この糸。ちょっと変え足そうかなと思うぐらい。やっぱりね、ちょっとピンク、薄いピンクはね、買わなかったんですけど、組み合わせもいろいろ楽しめそうだなと思うので、ちょっと変え足そうかなと思います。こんな感じでね。これはね、今回2本取りで編んだんですけど、3本取り、4本取り大好きな7本取りとかできそうやなと思って。結構ね、本数いろいろ引き揃えて編むの好きなので、できそうやなと思って。レース糸でね、いろんな色で昔めちゃくちゃやってたんですけど、編んでたんですけど、そういうのもできそうやなと思いました。こんな感じで糸始末もめちゃくちゃしやすいし、すごくいいですね、この糸。針の滑りも良かったのでめちゃくちゃ編みやすかったし、でもね、この紫のところで糸始末して、全部糸始末して仕上げていこうかなと思います。で、糸は一玉ずつ使ってまだまだあります。まだまだ楽しめますね。こんな感じでちょっと仕上げていきます。はい。こんな感じで裏返して糸始末をして仕上げてきました。パカっていう感じ。で、表に返してサイズを測っていこうかなと思います。裏と表もすごく雰囲気が違って、裏でも使えそうですよね。それでちょっとサイズを測っていきます。めっちゃ可愛い。この組み合わせはまた良かったかなと思いますね。紫とグレーと緑。緑って言っても緑してないし、全部ね、ふわっとした色だからすごくまとまったかなと思います。ペタンとバッグなので、この中心のところ、測っていくと、だいたい 24.5 センチぐらいですね。横幅測っていきます。3点ぐらいで測っとこうかな。24センチ、24センチ、24センチぐらい。この全部上から測ってみると、29センチですね。で、この穴のところ測っていきます。持ち手の穴、15センチぐらいになってます。で、この幅が4センチぐらいになってます。で、糸もだいぶ残って、さっきお見せした通りです。めちゃくちゃ可愛い。うわーって感じですね。こんな感じで、すっごく凝ったように見えるし、色の入り方もすごく順番的にも良かったかなと思います。これでもね、他の柄で編んでも面白そうですよね。ちょっといろいろ編んでみようかなと思います。こんな感じで、色の組み合わせも何か参考にしていただける部分があればなと思います。今回は最後まで見てくださった方、ありがとうございます。